皆さんこんにちは。 CG ワールド宮沢です。今回はブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオン第1回をお届けいたします。今回のゲストは 3DCG アーティストの藤田翔さんです。よろしくお願いいたします。藤田翔です。よろしくお願いします。藤田さん、簡単に視聴者さんに向けて自己紹介をいただいてもよろしいですか？はい、わかりました。藤田翔という名前で活動していて、少し前までフジタリアンという名前で活動していました藤田翔と申します。で、普段はブレンダーで背景を作ったりだとか、ジオメトリーノードを使ってジェネレーターを作ったり、あとはマテリアルノードを使ってセルルック CG みたいなものを作って、作品を X とかに発表しております。以上となります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、藤田さん、今回 CG ワールドの YouTube で新たな新企画と題して、ブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオンを始まりましたけども、そうですね。僕もまだ全然何をやっていくのかっていうのはわからないですけど、でもアドオンとかいっぱい紹介していければなと思っていて、あとは僕だったらアドオンを結構作ったりも最近はしてるので、その辺もお話できたらなとは思いますね。はい、よろしくお願いいたします。今回アドオンももちろんご紹介していただきますけれども、藤田さんのいわゆるクリエイティブの根源的な部分、どうして 3DCG アーティストになられたのかとか、今どういったものを作られているのかとか、あとは制作環境についてとかもお伺いできたらなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まず初めになんですが、簡単になぜ 3DCG アーティストになられたのかって、きっかけであったりとか、なぜブレンダーを使うようになったのかみたいなきっかけの部分とかお伺いしてもよろしいですか？そうですね。最初僕が創作に入り始めたのが大学時代なんですけど、それ以前は鉛筆画をちょろっと描いてた程度で、あんまり創作活動みたいなことはしてなくてですね。で、大学に入ってからラノベじゃないですけど、ちょっと物語みたいなものを作り始めて、でそれをやるにあたってキャラクターイラストの挿絵とか、表紙とかそういう絵を描き始めて、でそれの背景描いてる時にそっちの方が SNS とかでも受けが良かったりしたので、そこからはどんどん背景、具体的にはフォトバッシュっていうその写真を切って貼って色塗ってみたいな、そういうものを作ってたんですけど、それをやる上で箱を置きたいってなって、パースを取るために、だからそれで最初にブレンダーを始めました。で、そこからアニメーションつけたり、あとは箱にテクスチャー画像を貼ったりとか、そういう風にどんどん広がっていって、今はそのブレンダー一択にブレンダーで全て作って、お仕事も全部ブレンダーでやっているという、そういうような経歴にはなりますね。最初はただ綺麗なパースを取るために 3DCG を使われてた？そうですね。ただ単に絵を作るというよりかはガイドとして使うだけではありましたね。ただとはいえ、それやってるうちにも割と早い段階でブレンダーの可能性というか、それですごい作れるものが多いっていうことに気づき始めてからは、そっちのアニメーション作ったりだとか、テクスチャーを貼ったりだとか、そういうブレンダーの方にどんどんウェイトを置いて創作活動を広げていったという形になりますね。ブレンダーを使い始めたのは、ブレンダーのバージョンがどれぐらいの時からだったんですか？2.8 とかだいぶ前ですね。結構前に2.8 とかだったと思うんですけど、 UI が一新されてすごい使いやすくなったみたいな時期がありまして、そのタイミングで僕も始めたという、そういうような形ですね。結構今もう 5.1 がリリースされたぐらいなので、かなり時間が経ったなという印象ですけども、いかがですか？これまでのブレンダーの歴史を振り返って。結構あっという間だったなみたいなことはすごい感じてまして、多分 2.8 からもうかれこれ 7,8 年経ってると思うんですけど、その間に UI が一新された以外に、例えばジオメトリーノードが追加されたりだとか、マテリアルノードにもいろいろノードは追加されましたし、プロの現場でもどんどん使われるようになってきたというところで、最初にブレンダーやった頃はすごい可能性感じてたんですけど、それ以上の世の中の反応というか、プロの現場でも使われるようになってきたっていうのがすごい嬉しいところではありますね。はい、そんなブレンダークリエイターとして結構日本でも第一人者、あれ藤田翔さんですけども、普段お使いのPC であったりとか、制作環境、周りのキーボードであったりとか、タブレットであったり、どんなものをお使いになられているのか視聴者さんも多分気になる方多いと思うので、お伺いしても、いわゆるデスクレシピみたいなものをお伺いできればな。そうですね。パソコンから言いますと、まずグラフィックボードが NVIDIA の RTX5080 ですかね。多分第5世代のいいやつを使っていて、であとは CPU が確か Core i9 かそれくらい、だいぶいいやつを使っていて、でメモリが 128GB で、ストレージが自分は NAS を使ってるので、一概には言えないんですけど、多分パソコンに 2TB くらいで NAS の方に 20TB くらいですかね。それプラスでちょっとコールドストレージ使わないデータを置いとくのが4TB とかそれくらいあったような気がします。でそれがパソコンの
性でして、でモニターに関してはウルトラワイドモニターを僕は使ってまして、その34インチの確か21対9みたいなすごい横長の湾曲モニターがあるんですけど、それをメインモニターに使ってまして、であとはサブモニターでその MSI の16対9のゲーミングモニターみたいなのを普通に横に2つ並べて、でその上にちっちゃいモニターを1つ並べて、で下側に液タブがでっかいのが1つあって、だから12345個ですね、5個のモニターを並べて作業しているみたいな、そういうような形になります。なんか他にこうガジェット周りであったり、キーボードであったり、マウスであったり、あとちょっと皆さん気になられる方も多いと思うんですけど、デスクのこだわりとか椅子のこだわりとかってあったりする？はい、そうですね。キーボードに関しては今ここにあるんですけど、ロジクールさんのG813 っていうものですね。これは10キーがあったりなかったりだとか、あとは有線無線みたいな感じでレパートリーが何種類かあるやつで、僕は有線バージョンとあとは無線バージョンも一応スタジオ用に予備で持ってます。これはすごく便利なキーボードでたくさん使ってますね。であとマウスもここにあるんですけど、ロジクールさんの M720 というマウスですね。これをずっとシンプルなマウスなんですね。そうですね。これはクリエイティブ系じゃなくて、どちらかというと普通にオフィスで働く用みたいなマウスなのかなと思うんですけども、これも多分もう累計10台くらい買ってる、ずっと使ってるマウスで、もう今も3台くらい持ってますね、これは。ちなみにご自宅ではそれとは別に何かボール型であったり？いや、家でもこれですね。このキーボードとこのマウスでスタジオにも同じのを用意して、自前で勝手に買っておいて、このマウスも勝手に置いてみたいな感じで各スタジオに置いてあります、これが。そしたらずっと藤田さんと共に戦われてきたもう戦友みたいな。そうですね。もう指をすり減らすのと同時にこっちもすり減らしてちょっと先ほど見させていただきました、結構よく使うキーとかはそうなんですよね。文字がかすれてくるぐらい見えるか分かんないですけど、10キーの0とか、あとは N パネルの N とか、よく使うショートカットとかは。そうですね。でも0と N だけですね。多分0と N だけ酷使してて、今日多分紹介すると思うんですけど、パイメニューエディターっていうのがあって、それでコマンドとか全部やっちゃうので、どちらかというとキーボードメインというよりかは、そのキーボードの横側についてる5つのボタンプラスマウスカーソルで出すパイメニューでコマンド実行するみたいな、そういう作り方ですね。結構やっぱクリエイターさんの皆さん長時間同じ場所で作業されるかなと思うんですけど、椅子とかなんかデスクとか何かこだわりとかあられますか？まず椅子に関して確か10万円くらいする、割といいオフィスチェアみたいなのを使っていて、というのも椅子がやっぱりそのパソコンを触る上で一番ずっと座ってるものになるので、妥協したくなかったっていうのがありまして、ちゃんとした椅子を買って使っています。であとデスクに関しては昇降式デスク、電動のを使ってまして、それはずっと座ってると疲れちゃうので、立ち仕事もできるようにという形で電動式昇降デスクみたいなのを導入したという形にはなりますが、全然使ってないですね。基本は座りベースで。もう固定で、この前というか一昨日くらいにエラーが出て、半年ぶりくらいに動かしましたっていう、それくらいのもうずっと動いてない電動式デスクですね。はい、ここからは今回のメインテーマである推しアドオンについて藤田さんに伺っていきたいと思います。はい、藤田さん、はい、ちなみにブレンダーを使われている際に、はい、アドオンってどれぐらい重視されてますか？そうですね、ぶっちゃけ言うと最近はもうアドオン作る側にはなってまして、っていうのが今まですごいアドオンでたくさん便利な機能をブレンダーに追加して使っていくみたいな方向性で作ってはいたんですけど、最近はチャット GPT だとかジェミニとかいろんなものが出てきて、それでアドオンを作るという側になっていますね。とはいえすごい便利なアドオンはたくさんあって、今でも使ってるものはあるので、なんか今回そういうのを紹介できればなというところですね。はい、では藤田さんの選ぶ推しアドオン1つ目をご紹介いただきたいと思います。では1つ目、まず何から？はい、1つ目がパイメニューエディターというものになってまして、こういう場では僕がもう呪文のように唱えているパイメニューエディターですね。ただパイメニューエディターに関してもちょっと後ほど触れると思うんですけど、割と大きなニュースがありまして、4.5 までしか対応してないんですよ。それ以上はちょっと細かいバージョンも動くのかもしれないですけど、なんかちょっと5で動かなくなっちゃって、なのでこれは正直4.5 までですごい使えるアドオンというような形にはなります。4.5 までを使われている方はおすすめです。そうですね。一応その 4.5 以上だから5とかでも有志の方が使えるようにアップデートしているみたいな、そういうものもあったりはするので、もし5.0 より後でも使いたい方はそういう別のものを購入して使うとか、そういうような使い方にはなってきますね。はい、ではここからは実際に藤田さんがパイメニューエディターを使われて作業されているシーンを拝見させていただければなと思います。そうですね。まずは、ここにシーンがまっさらなシーンがあるわけですけど、例えばまずパイメニューっていうのがどういうものかっていうのの説明からなんですけど、例えばオブジェクトを追加して拡大したら、この辺に変なスケールが入るわけですけど、これを例えば適用するのにコントロール A を押してこういうふうにパイメニューが出てきて、ここでスケールを適用してみたいな、そういうような
作業いっぱいされる方が多いのかなと思います。要するにこのコントロール A を押したら出てくるようなこのカーソルの周りに出てくるメニューのことをこれを Py メニューと言います。でブレンダーはなんか例えば Alt+C とかだとこういうそのブレンダーにはデフォルトで Py メニューがいっぱい入ってるんですけど、これデフォルトで入ってるものなのでなんかカスタマイズとかができないんですよね。そこでこの Py メニューエディターっていうのはこのオリジナルの Py メニューを作るっていう、そういうようなアドオンです。で、実際にどういうのを作ってるかと言いますと、例えばこの先ほどのキーボードの話のところで左側に5個キーが並んでるっていうお話をしたんですけど、ここですね。G12345 と並んでまして、これがあるからこのキーボード僕は使ってるんですけど、ここに例えば2のところに F21 かな、ファンクションキーの F21 とかを割り当ててこういうふうに押したら Py メニューが出るとか、そういうような形で使っています。で、これいろんな Py メニューがここに追加されてまして、例えば G2 機のキーを押すとこういうふうに座標を変えることができたりします。これちょっと分かりにくいんですけど、こういうふうにビューの座標にしたり、あとはグローバルな座標にしたり、ローカルな座標にしたりだとか、そういうのをここでパッパと切り替えるようなことができます。もうフリックするだけで。そうですね。いちいちここでポチポチ押さなくてもここで作業しながらもうシームレスに使えるっていうのがすごくいいところです。ちなみにですけど、この Py メニューっていうのがこの編集の中のプリファレンスから設定することができまして、このプリファレンスっていうのはアドオンとかいろんなものを追加したりインストールしたりだとかいろんな設定をするところですね。ここでPy メニューエディターというのが出てくるので、ここで例えば先ほどの座標系だったら F21 キーを押したらここの Py メニューが出てくるみたいな、そういうような設定をすることができます。例えばじゃあグローバルとかはここのエディットスロットを押して、でここからこのコマンドですね、この並んでるのがこの座標グローバルに変えるよっていう、コマンドになります。ここを打ち込んでいただくことで F21 キーを押した時に上側にこの先ほど設定したコマンドが発動されるボタンが表示されるみたいな、そういうような形でこの Py メニューを自由に作ることができます。でちなみにこのコマンドっていうのは、例えばこの情報とかに変えていただくとこういういろんな内部の情報が見れまして、例えばこういうふうにオブジェクトを動かすだとかも全部こういうコマンドが裏で走ってるんですけど、この中で例えば座標系をグローバルに変えるとまたこういうふうに新しいコマンドが実行されたっていうのがここで見ることができるので、これはコントロール C でコピーしてでここに貼り付けしていただくと、ちょっと変わりましたけど、でもこれで OK を押すとそういうふうに設定するんですね。そうですね、こういうふうにローカルだったのがグローバルになるみたいな、要するにここのボタンでこのコマンドを発信するみたいな設定をここで行うことによって、自由な Py メニューをどんどん作れていくっていうのがこの Py メニューエディターというアドオンになっています。でちなみになんですけど、これ Py メニューエディターっていう名前でこういうふうに Py メニューをどんどん追加できるアドオンではあるんですけど、このなんかポップアップメニューみたいなのも追加することができまして、これ例えば僕だったらコントロールシフトをしながら F22 ですかね押すとこういうふうに追加オブジェクトみたいなものが出るようになっていまして、ここから立方体だとか、あとは UVQ だとか、いろんなものをポンポンと追加することができるようになっています。これは本来この辺ちまちま押さないといけなかったのが時短できるみたいなことですね。これ先ほどの Py メニューでいわゆるフリックして立方体を出すみたいなことはできない、いや一応できはするんですけど、ただ Py メニューってこの、基本的には 1,2,3,4,5,6,8 方向しかできないんですよね。一応この Py メニューエディターではなんかこの1個もう1個上を設定したりだとか、10個くらい設定することはできるんですけど、ただ実際この追加のオブジェクトってなるともうそれ以上の数をここに設定したかったので、これは専用にメニューを作って追加 3D オブジェクトっていうメニューを作ってオリジナルのパレットみたいな形でポンポン出すようにしています。でちなみに例えばマテリアルノードをたくさん使っているんですけど、今そもそもこのエディターの切り替えも Py メニューエディターでやってますし、あとは例えばマテリアルだったらこういうふうにさらにたくさんのメニューが追加されるようになっています。これも全部この追加の中から一個一個選択していくとすごい時間がなくなっちゃうので、例えばカラーランプだったらここからパッと出したりだとか、例えばあとは XYZ 分離とかだったらここからパッと出しちゃったりとか、そういう風にオリジナルのメニューをいっぱい作って時短しています。いやでもすごい便利そうなアドオンですね。そうですね。基本的にはこのノードとかも大量に画面にいっぱい並ぶくらい配置するものなので、それをいちいちここからちまちま押していくのだとすごい時間がかかっちゃうので、こういう細かいところですけど、このカーソルの周りにすぐに機能が出てくれるっていうのはすごくいい、Py メニューの使い方なので、この辺ですごい役に立っています。
もう上のモデリングとかレイアウトとかっていうもう部分はもう藤田さんは全く触らないですね。でしかもなんか、僕だとあんまり指もタフじゃなくて、そのクリックする回数をいかに減らすかって結構仕事の早くやる上でもずっと長く続ける上でも結構大事だとは思ってるんですよ。腱鞘炎みたいな。そう、腱鞘炎だったりだとか、あとは指も痛くなりますし、その点このパイメニューっていうのはこの手首の動きだけでクリック操作なしで実行できるので、すごく使いやすいというか指に優しいコマンドだと思いますし、あとはそもそもこうやって選択反転とかなんかこういう機能がラベルで出てくれるので、覚える必要もないんですよね。この方向11ずっと使ってればパッパと覚えちゃいはしますけど、最初の頃はどうしてもショートカットキーを覚えるの大変とか、そういうのがあるので、ただパイメニューはもうこのまんま分からなくなったらもう表示されてるものをまじまじと見ればいいだけなので、この辺もすごくパイメニューの良いところかなと思います。はい、それでは2つ目の、ご紹介いただければなと思いますが、2つ目は何になりますか？2つ目がマテリアルオーガナイザーというマテリアルオーガナイザー、はい、なります。で、これ追加するとこのオブジェクトの中に一番下のところにマテリアル整理とマテリアル掃除という、この2つのボタンが追加されます。もうめちゃくちゃシンプルですね。そうですね、シンプルですね。正直この2つの機能あんまり使い分けはしてないんですけど、とりあえずこっちもやってこっちもやってみたいな、2つやっとけばとりあえずそのシーンのマテリアルがすごい綺麗になるっていう、そういうアドオンになっています。で、例えば実際に使ってみると、例えばここに Q がありますけど、この中にマテリアルとマテリアル001、マテリアル002みたいな形でいろんなマテリアルがもうたくさん同じようなマテリアルが追加されている状態があったとします。で、この状態今パッと作りましたけど、実はだいぶめんどくさいところでして、っていうのもこの結構アセットを買ってきたりすると同じ名前でマテリアルがたくさんあったりだとか、あとはアセットをインポートしてきて、でもう一回インポートし直したりするとマテリアルが001みたいな感じで別のマテリアルとして割り当てられた状態で追加されちゃうんですね。同じものであったとしても。そうですね、名前も中身も同じなのにこの001がついてるから2つのマテリアルとして追加されちゃうみたいな、そういうようなことが頻出します。で、これ一個一個例えば消して消して消してとかやるのもめんどくさいですし、オブジェクトがたくさんになったらすごくめんどくさくなっちゃうので、そういう時にこのオブジェクトの中のマテリアル整理とかを押していただくと、こういうふうに一気にマテリアルが、ここに0って書いてあるのがマテリアル0になるんですけど、この状態で例えばパージとかしていただければ、こういうふうにマテリアルが余分なものが一切なくなった状態になったりします。で、あとはこのマテリアル掃除とかもですね、こういうふうに余分なスロットを削除してくれたりだとか、そういう機能があるので、要するにこのアドオンっていうのはアセットとかたくさんポンポンインポートしてくるとどんどんマテリアルが余分に増えていっちゃうんですけど、それをきれいに整理したり掃除したりとかしてくれる機能を追加したアドオンになります。じゃあとりあえず整理をして削除をして、もう全部きれいにっていうことですよね。これ増えちゃうとめんどくさくなっちゃうので、これはだいぶ必須のアドオンになってくるかなと思います。もうとりあえずもう入れておいてポンポンで OK ってことですよね。そうですね。これもずっと昔から使ってて、バージョンが変わってもずっと問題なく使えてくれる機能なので、これはすごい重宝してます。これはバージョンの5であったりとか 5.1 とかにも対応してるんですか？そうですね。自分今 5.0 かな 5.1 とかで使ってますけど、問題なく使えたと思うので、これ多分シンプルな中身がシンプルなすごい構造なのかわからないですけど、全然問題なく使えてます。じゃ続いて3つ目のアドオンをご紹介していただきたいと思います。3つ目は何になりますでしょうか？はい、3つ目はですね、TexTools というアドオンになります。僕も知ってますじゃあ改めてご紹介いただいてもよろしいですか？はい、わかりました。まず、正直僕はあんまり UV 展開はしないタイプでして、マテリアルノードでプロシージャルな形で作ることが主なので、あんまり UV 展開はしないんですけど、とはいえやっぱりそのブレンダーのデフォルトの機能だとあんまり UV 展開が強くないので、そういった UV 展開の操作感を向上させてくれるようなアドオンになります。で、例えばデフォルトのキューブだといい感じにこういう風に展開されてはいますけど、例えばじゃあこれがスザンヌとかにしますか。こういう風に展開されてるわけですけど、このアドオンを追加することで、こういう風に TexTools という専用のパネルが出てきます。で、この中にいろんな UV 展開の追加機能みたいなのがたくさん入ってまして、この中でも僕がよく使うのは例えばですけど、
このレクティファイという、長方形にする機能ですね。これ多分うまく働くか正直よく分かんないです。こういう風になんか、これちょっと正直ぐしゃぐしゃしてはいますけど、これ例えば細長い棒状のものを展開する時とかだったり、そういう時にはその短冊状に UV 展開しないといけないので、ただそれってデフォルトの機能だとなかなか難しいところがあるんですよね。そういうのをこの長方形化のレクティファイっていうボタンを使ってポンポンやっていたりUV 展開していたりはします。あとはこの辺の整列のボタンとかもありますし、例えばこの2つを選択して重ねたり、1つに整列したりだとか、あとはこの辺の90度回転っていうのもよく使ったりします。正直今言った機能を主に使ってまして、UV 展開あまりしないのでこれくらいしか使わないんですけど、UV 展開いっぱいする方にとってはすごい使えるツールがたくさんあるアドオンになってるのかなと思います。いや、なるほど、藤田さんの普段お作りになられてる、なんか建物であったりとか、なんか看板とかって、そういったものもこういった形でテクスツール使ってUV 展開されてるんですか？そうですね。例えばこの短冊状にUV 展開するっていうのは、その UV スクロールっていう作り方があるんですけど、要するにこの UV マップを横に等速に移動させるみたいな、そういう見せ方というか技みたいなのがあるんですけど、これは例えば横スクロールする看板を作れたりだとか、そういう活用方法があるので、そういうところでこのレクティファイを使ったりとかはしています。動きのある看板みたいなことですね。そうですね。そういうので、結構昔はそういう UV 看板みたいなのたくさん量産してましたね。では続いて4つ目の推しアドオンをご紹介いただけますでしょうか？次に紹介するのが FSPY というアドオンになります。FSPY というのはアドオンというよりかはソフトウェアみたいなところもありまして、やることとしては、例えば写真があったとして、そこからこのカメラの位置とか角度を割り出すっていう、そういうことをしたいときに写真の中の直行する線を自分でちまちま設定してあげれば、カメラの角度とかあとは位置とか、そういうのがデータとなってブレンダーにインポートできるようになるっていう、そういうようなソフトウェアになります。今アドオンではなくソフトウェアみたいとおっしゃってましたけど、それはどういう意味合いで？そうですね。実際にじゃあお見せするのが早いと思いますので、ここにFSPY というソフトウェアがありまして、これ自体が FSPY という名前なんですね。アドオンとしてはこの FSPY で作り出したデータをブレンダーにインポートするアドオンというような、そういうような形でアドオンが存在しています。いわゆる外部ツール的な。そうですね。で、実際にじゃあこの FSPY をちょっと使ってみますと、こういうふうに例えば仮で写真があったとします。これをドラッグ&ドロップで FSPY の方に持っていってあげて、でここから多分そうですね。これちょっと雑にやっちゃいますが、こういうふうにこの直行する線にこういうふうにカーソルを合わせてあげて、ここも多分首里城と平行に伸びてるラインだと思うので、ここも出してあげつつ、この辺の垂直に立っているであろう柱とか、本来この本格的にやるときは例えばもうちょっと長い辺じゃないといけなかったりだとか、あとはこれもなるべく画面の端と端の方がズレが少ないので、そういう風なのを意識して、こういうカーソルを立ててあげる必要があるのですが、これ今雑にこういう風に立ててあげました。これでこの一応パースが写真の中から抽出されたということになるので、これでコントロール S で例えばこのデスクトップの中だったらテストとか適当な名前をつけて、でこれでブレンダーに移ってインポートの中の FSPY というものですね。こちらアドオンを追加したら追加されるメニューになっているので、こちらを押していただくと、こういうふうに先ほど作ったテストの FSPY のデータを読み込むことができます。でそうするとこういうふうに FSPY の先ほどのテストっていう名前のカメラがここに追加されました。これちょっと座標系が多分90度回転しちゃってたのであれなんですけど、例えばこういうふうにリポートを置くと、疑似的に置かれたようにパースが合ってるのが分かるかなと思います。これちょっと座標がだいぶずれちゃってるのであれなんですけど、例えば僕だったらそのアニメの会社でレイアウトとか美術設定があって、そこにオブジェクトを置くだとか、それを 3D 化するっていう風になった時に、これを使ってさっとパースとカメラを作ってあげて作業するみたいな、そういうようなことがたくさんやっています。これって実際にスケールがちっちゃくなってる、それともカメラに対しての？これは例えばこの写真を撮った時点だと、このカメラここの位置からこの角度で撮ったというデータがもう存在してるわけじゃないですか、情報として現実世界の中で、その情報をこのカメラのパースから推測して、でここのカメラの位置と
回転と、あとは焦点距離と、あとはシフトとかもたまに入ってるんですけど、そういう数値を自動的に換算してくれて、それの数値を元にここにブレンダーのシーンの中に追加してくれるみたいな、そういうような機能。これもなんか非常にちょっとユニークというか、他とはまた全然一線を画するアドオンだなと思うんですけど、これもやっぱり藤田さんは普段アニメーションを制作されているから、こういうものが非常に役立つ。そうですね、僕の場合はアニメーションというくくりで使ってますけど、もちろん VFX の方にも使えますし、いろんな用途で使えるとは思いますね。僕の場合だと例えば美術さんの方から設定みたいな形でこういう今回首里城の写真ですけど、こういう似たような絵が送られてくるんですよね。これを例えば元に例えば今パッとやっちゃうと床を作ってみたりだとか、要するにこの美術の絵に合わせてこの設定に合わせて 3DCG を作るっていう作業が僕はやることが多くて、作った 3D を元にカメラワークを決めるだとか 3D レイアウトを作るだとか、そういうような仕事もあるので、その時にすごくこの FSPy は一番最初に使うことが多いアドオンになります。すでにもう作ったアセットをこのパースに入れていくというわけではなく、このパースにのっとって作っていくっていう感じなんですか？そうですね、だから一番最初に使うような機能になってきますね。これを元にしてこのシーンを作り進めていくみたいな、そういうようなところで活躍するアドオンになります。ちなみに実際作っていく上でパースを元に作っていくアセットを作っていくっていうフローだとどういうふうにメリットがあるのかなと。そうですね、そもそも僕がいるスタジオの話にはなっちゃうんですけど、美術設定自体がそもそも 2D でしかないっていうところに 3D で作れるっていう可能性が広まったので、3D であれば例えばカメラをぐるぐる動かして説明する資料としても使えますし、あとはちょっと僕がやろうとしてるのはそこから 3D レイアウトを作って、もうさらに監督の意図したものを絵コンテの文字情報だけじゃなくて3D のカメラワークで作るみたいな、そういう資料作りのためにラフなモデルが必要になってくるので、それを作る上で美術設定を 3D に落とし込むっていうのがどうしても必要になってくるので、そこですごく活躍するアドオンにはなってます。はい、ありがとうございました。それでは以上の4つがブレンダークリエイターが選ぶ、じゃあ翔さんが選ぶ推しアドオン4選ということですかね。なんかでも全て共通していることとかってあります？藤田さんが選んでいる推しアドオン4つに。そうですね、僕が結構モットーにしてることが、アドオンに全て任せるというよりかは、なんかシンプルなアドオンをたくさん組み合わせて作るみたいな、そういうような考え方で作ってることが多くて、なので今回のアドオンも結構シンプルなものが多かったかなと思うんですけど、そういうふうに細々したことをアドオンでやるというよりかは、操作性を向上させるための機能をアドオンに臨んでそれを集めてるみたいな、そういうような形でいつもアドオンを探したりはしています。結構これまでたくさん課金されて、いろんなアドオンを試してこられたんですか？そうですね、もうだいぶ課金はしてきましたね。累計でいうとそんなに全然わからないですけれども、ただ多分100個以上はフォルダに溜まってると思います。NAS の中に大量にストックしてあります。でも実際今まだ使われてるのはもうその中でも 10% ほんの一握りで、正直買って使わなかったのもあったりするくらいなので、多分だいぶたくさん手を出してその中から出社選択して今回4つ選んだという感じになります。多分今回皆さん見られてる方は、どちらかというともうみんなが勧めるあれを買いたいみたいな、ある程度保証があって買いたいって方、見られてる方ばかりだと思うので、今回ご紹介いただいた4つに関しては全て藤田さんの太鼓判されている。そうですね、有料のものもありますし、無料でダウンロードできるものもあるので、ぜひ気軽に試していただければなと思います。はい、それでは今回藤田さんにご紹介いただいた、推しアドオン4選は、1つ目がパイメニューエディター、2つ目がマテリアルオーガナイザー、3つ目がテックスツールズ、3つ目が FSPy となっております。今回ご紹介いただいた4つに関しましては全て概要欄にダウンロードリンク入れさせていただいておりますので、もしご興味のある方はぜひインストールして使ってみてください。それでは今回藤田さんありがとうございました。ありがとうございました。最後に視聴者さんに何か一言ございましたら。そうですね、今回紹介したアドオンも僕がたくさん買いまくって厳選した4つになってるので、すごく使えると思いますし、無料で使えるものもあるので、ぜひ試していただければなと思います。はい、それではブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオン第1回は藤田翔さんをお招きいたしました。この動画が良かった、ためになったという方はぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。